今、ダラスで日本代表チーム、サムライブルー、それ以上に注目されているものがあります。それは日本人のサポーターたちの姿です。テキサス州ダラスの北部、マキニ市にいるスティーブ・テキシ店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ワールドカップ、ダラス、地元のダラスに来ましたね。ちょうど昨日試合が行われました。その試合自体がすごい素晴らしかったんですが、もっと素晴らしいもの、もっと素晴らしいところがアメリカ国内、特にこのテキサス、ダラス近辺で話題になっているところがあります。日本人のファンたちの行動ですね。こちらで星ジャパニーズカフェというお店をやっております。プレイノ市にあるんで、試合の前日にプレイノ市で日本のサポーターたちのイベントがありました。日本人のファンはもう試合前から試合が終わるまで素晴らしいところがいっぱいもうネット中にニュースにも放送されているので、それの一部だけでも一緒に見てみましょう。もうダラス、テキサスの地元のテレビ局がよくインタビューに出てました。最初になるよりやっぱり日本人のファンにインタビューしたいレポーターがいたので、このインタビューが一番多分今回っているもう印象的な動画でした。Where are you guys from? Where's everyone from? Japan! What do you think of America, of Texas? Texas is good. Everything is big. Everything is big. やっぱりテキサスに来たら何でも大きく感じる。これは日本人だけじゃなくて、いろんな国の方がコメントをあちこちに残しているのは、テキサスはビッグ。同じアメリカ人、なのに、他の州から来た人たちが何でも大きく感じるテキサス。車も道路も、もうすべてがでかいっていう感じなのは印象的だったみたいですよね。So how do we say go Japan? 頑張れ日本。頑張れ日本。Help me out. Come on. 頑張れ日本。発音はなかなかじゃないですか。Excitement. One more time. One more time. もっともっと盛り上がりましょうって。いくよ。Yeah. これ頑張れ日本。That's the way to say it. Okay. So it's 頑張れ日本。頑張れ日本。日本人のファンのエネルギーが半端ないです。これは日本人のサポーターが地元のテレビのレポーターにインタビューされています。これを行います。I cannot speak English, but I'm excited! Yeah, baby! Let's go! 前日にもテレビにこのインタビューも出ました。これダラスカウボーイのチアリーダーなんですが、日本語を複専攻しました。日本の文化は大好きです。日本の文化大好きなアメリカ人が多いです。Japan, welcome to America. Have fun! 日本人のファンは楽しんでますね。 All of these fans coming 嬉しいですよ、地元のもうテキサスの州民としてもう喜んでいただいて、これは前日のプレイノ市で行われた応援のイベントだと思います。日本人、アメリカ人、もう全世界のいろんな方が集まった楽しそうなイベントでしたよね。これは楽しそうじゃないですか。アメリカのもうテキサス州なので、テキサス州のこれ、おまわりさんが馬に乗っているカウボーイハットかぶる人の警察官の姿に驚くこともよくテキサス州にあります。ダラスに太鼓ドラムやってる方もいます。どんどこ太鼓クラブかながいて、こういう、パフォーマンスもありました。やっぱりテキサス州に来られた日本人がテキサスバーベキューを食べてみたいと。私は先日焼肉や日本のバーベキュー屋さんをオープンしたんで、うちのお店まで来て、くださった方もいました。うちの星ジャパニーズカフェにもサムライブルーのユニフォーム、シャツを着ながら来てくれた方に感謝なんですが、やっぱりアメリカまでもう日本食食べるよりもテキサスに来るならやっぱりテキサスらしいものを食べたい方がいると思うので、
ダラステキサス最初のご飯はリップなどなどっていうことは何を食べるのがいいか分からなかったけど、すべてが多くて持ち帰りました。そうですよね。量にびっくりする、方が多い。やっぱりテキサスに来るならバーベキュー、本格的なブリスケットとリップなどを食べることがよくそういうコースがあったみたいですよね。ワターバーガーも。宿泊先のホテル近くにテキサスロードハウスがあったら、もうチェーン系でもレストランですけど、コスパ最強のステーキが食べられます。美味しいですよ。やっぱりテキサスといえば、一つはそのカウボーイの文化の中にあるのはロデオ。日本人のファンがこういう遊び方、楽しみ方もしましたね。こういう場面を見るアメリカ人はね、スポーツに、サッカーに興味がなくても、なんていうのかな、礼儀の正しいファンたち、遊びながら、気持ちがみんなもう楽しくやってるんだけど、コントロールのある楽しく、いい感じにサポーターとしてはやっていることが、アメリカで、テキサスですごい評価されているんです。リスペクトのある観光客はいつでもテキサスへどうぞという印象が強いです。これ試合の当日のバスの姿かっこいいですよね。もう車好きとしてこのバスかっこいいと思う。サムライブルーのバスが出発、しました場面もめっちゃかっこいいと思います。なんで日本人じゃないのにこう見るとなんか笑顔になりますよね。嬉しいんですよね。試合当日になった時のこういう場面が今かなり話題になってます。オランダのファンたちに巻き込まれたというか、もう日本人は一人のファンがいて、サポーターが、この場面がすごい印象的ですよね。この人もすごい、これ一番もう印象的だった。素晴らしい。もうスポーツの良さはこれにもう本当にいろいろ伝わっていますよね。伝わってますよね。ダラスまで来てくれた若い子と、もうみんな可愛いというかかっこいいですよね。なんか日本人の応援の仕方というか、なんか純粋な、いいところ、もうね、サポーターじゃなくても、笑顔になりますよね。こういうのも見ると、スポーツの良さも感じますよね。オランダのサポーターたちも、すんごいもうたくさん、ダラスに来てたんですよ。試合が始まった時の国歌。素晴らしいですよね。日本人じゃないのに、これ見ても涙が出ますよね。選手たちはもう自分の国の代表になっていることが、やっぱり国歌が流れると、その気持ち、鳥肌になりますよね。試合自体が素晴らしい試合でしたね。引き分けで終わったかもしれないんだけど、そのファイトと、その最後まで頑張って、同点が取れることが、素晴らしい内容でした。本当にもうすごい評価されている。もう日本チームが優勝するんじゃないかということも、よく言われています。何より話題になっているのは、注目されているのは、試合が終わった後の日本人の行動です。ゴミを拾うこと。ゴミを拾ってから帰るという感覚は、残念ながら、非常に残念ながら、アメリカに昔あったことかもしれないんですが、消えてしまったんです。自分のゴミを拾って帰る人が残念ながら一人もいないんですが、アメリカ人としてゴミをあんなに遊んで楽しくやって、日本人が自分のところじゃないのに、遠くから来たのに、そのための人がいるのにもかかわらず、ゴミを拾って、ゴミ袋をみんな持って、で、ゴミを拾って帰るということがすごい印象的だったんですよ。こういうところなんですよね。アメリカにない。日本人には当たり前かもしれないんだけど、もともとあった当たり前な礼儀も昔あったのはね、
アメリカ人にもあったかもしれないんだけど、なくなって、日本人がそれやってるところを見て、リフレッシュ。なんか、いい感じ、いい気持ちになりますよね。私だけじゃないですよ。もう一般のアメリカ人からも見て、なぜアメリカ人はこんなに違うの日本人は自分のところじゃないのに、遠くから来た人もやってくれる人がいるのに、自分たちでやる責任を持つことが、多分、この日本人の方が一番わかりやすく説明していると思います。これもアメリカ人にも響くといいですね、この気持ち。Japanese culture 来た時よりも美しく which means like we should be cleaner than we came も here うきれいにして帰る。元の状態よりきれいにして帰るという頭。頭がもう、日本人以外にもあんまり他の国民にはその頭がどのぐらいまだあるのか、この世の中にわかんないので、なくしないでほしいですよね、この気持ちが。これ逆に他の人たちに見せてあげる、見せてやるって、もうこういうの当たり前じゃないかっていうのを思い出させてあげなきゃいけないところかもしれないですよね。この方もよく説明したと思います。リスペクト。選手たちへのリスペクト。サポーターたちへのリスペクト。スタジアム、施設のリスペクト。そういうことなんですよ。同じ日に、昨日か一昨日に、ニューヨークニックスとサンアントニオスパーズバスケットの試合がありました。そのバスケットの試合が終わって、ニックスは優勝した地元のニューヨークの終わった後の日本人の今の行動とアメリカ人の一部の人たちかもしれないけど、の行動を見てください。はい。これは先日のニュースです。スクールバスを壊すこと。スクールバスに登ってフランクラスを壊すこと。火をつけること。他などの犯罪だらけの。これは優勝のセレブレーション。優勝の後のセレブレーションの違いが。上に日本人を見てください。どんなに遊んでも自分の街を壊すこと、これ見て、ねえ、恥ずかしいですよ。アメリカ人としてこういうのがあると。みんなじゃないですよ。ただちょうど同じタイミングに素直にちゃんとやる日本人、自分の国じゃないのにちゃんとやる日本人と今度アメリカ人の違いが明らかになってしまったことがあるからこそ、日本人のマナー、礼儀、正しい行動を見て感動するアメリカ人、私以外にもいっぱいいると思います。その意味で日本人のサムライブルーのサポーターたち、テキサスまで、来てくださって誠にありがとうございました。この後も6月25日ですか、また試合があります。私もその時に現地に行けるように努力したいと思います。レポートとか現地でできたらいいなと思っているので、もっともっとアメリカ人に日本人の良さ、日本人のサポーターの元気さ、コールの仕方などなど、その元気な気持ちで頑張ろう日本というのは、もっとアメリカ人に見てほしいなと思います。いい勉強、いい影響を与えられることはあるような気がしますので、スティーブ的視点のスティーブと言います。日本大好きです。アメリカも大好きです。テキサスも大好きです。日本の文化とアメリカの文化をこう合わせて一緒にするようなことをするのが大好きなんで、テキサス州、こっちのダラス近辺で、星ジャパニーズカフェと星、バーベキュー、星ランチという、牧場の今のランチはレストラン、カフェをやっております。次の試合の時にもし、来られる方がいれば、ぜひうちのカフェと、星ランチへお越しください。初めてこのチャンネル見てくださっている方がいるかもしれないんだけど、私は大好きな四字熟語があります。日々前進。前向きに、サムズアップ的にサムズアップだけでね。英語喋れなくてもアメリカに来られた、テキサスに来られた時にサムズアップでやっていけるから。言葉いらない。
サムズアップと笑顔があれば、日々前進、前向きにいけるということなので、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、スティーブ的店のグッズ、オリジナルグッズも stevespov.com にあります。星はこのロゴになります。星カフェとこういうグッズもオンラインで stevespov.com で買えます。このキャップもそうだし、こういうキャップもあるのと、オリジナルキーホルダーなども、もう星以外のスティーブ POV、スティーブ的店のものもいっぱいありますので、stevespov.com をチェックしてみてください。サッカーにあまり詳しくないんですが、昨日の試合見て、興味少し持つようになったような気がします。日本のチームを応援したいと思います。アメリカンチームもまだ試合見てないんですが、応援したいと思いますので、両チーム、両国民のみんながね、頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。では、また次回まで。3、2、1、テキサス州のダラスからバイバイ。